あなたには他人に絶対に知られたくない秘密はありますか？1913年、ドイツの田舎町に住むワグナーは決意を固め、早朝から出かける準備をしていました。自宅を出発したワグナーはある場所へと向かいます。長距離の移動でしたが、その日の夜のうちに目的地に到着。一方で同時刻のワグナーの自宅はというと、本来であれば妻と子供がいるはずでした。しかし家には明かり一つなく、人の気配もありません。本来ならばこの時間帯は子供たちがテレビを見たり、妻が一日の残りの家事をしているはず。一体なぜ静かだったのか。なぜならその時、母親と子供は父親によって皆殺しにされていたんです。無残に父親によって殺害された母親と子供。ワグナーはなぜこのような恐ろしい事件を起こしてしまったのか。そこには彼が抱いた被害妄想があったのです。依然として iOS エンジニア募集中、ケンちゃんです。そろそろ長旅に出たいな。飛んじゃった。ヤミコです。わお。本日皆様にご紹介するのは、ある目的のために家族を殺したドイツ人教師ワグナーについてなんです。過去にアルゴメトリでも紹介した日本国内のある事件にそっくりなんです。皆様わかりますか？何の事件？それはね、もう動画のね、最後まで見たらわかるんです。まずはワグナーの家族が一体どうなったのか見ていきたいと思います。一家殺害。1913年9月5日、ドイツの小さな田舎町デガーローホが今回の事件の舞台。この地にワグナーと妻4人の子供が住んでいました。しかしこの家族に突如として悲劇が。朝5時、まだ家族が寝静まっていた頃、ワグナーだけはまだ眠りについていませんでした。ワグナーはぐっすり眠っている妻の枕元へ向かいます。そして妻の頭を鈍器で殴りつけたんです。ワグナーの行動はそれだけでは終わりません。彼が取り出したのはなんとナイフ。妻の喉元をナイフで刺し、最後には心臓も一突き。こうして妻は帰らぬ人になってしまったんです。妻を殺害したワグナーが次に狙うのは4人の子供たち。ワグナーは眠っていた4人の子供も母親と全く同じ方法で殺害したんです。やり方見てるとさ、もう突発的とかじゃなくて最初から殺しに行こうとしてる手口じゃない。恨みとかあったってことでしょ、これ家族。彼が家族を殺した理由っていうのは後々明らかになるんです。ワグナーは5人を殺害後、彼の長い旅をスタートさせるんです。自分の家族5人を殺したワグナーは遺体すべてに何事もなかったかのように毛布をかけ、自らについた帰り地を選択。そして自宅から自転車に乗ってシュトゥットガルト市へ向かいます。8時10分に電車に乗り、そこから12キロほど北にあるルートビスク、言いづらいな、ルートビヒスブルクの駅で下車すると軽く昼食を。どんな神経？そして11時頃に自身の兄の家を訪問。ちょうどその時兄は不在だったんですが、代わりに兄の妻にこれからミュールハウゼン村に行っている子供たちを迎えに行くと告げているんです。先ほどもお伝えしたように子供たちはすでに亡くなっているので、もちろん子供たちを迎えに行くというのは真っ赤な嘘。ただミュールハウゼン村に行くというのは本当だったんです。一体なぜなのか。その後列車でビーティヒハイムまで移動し、そこで預けていた自転車でさらに移動。早朝に出発した彼が目的地のミュールハウゼン村に到着したのは夜の10時でした。一体ワグナーは何の目的があってこの村に来たのか。それは彼の過去が関係しているんです。家族殺した後に半日かけて移動して途中で嘘までついてるんでしょ、逮捕されないように逃げてるだけじゃない。まあ普通はそう思いますよね、ただね、彼はね逃げてるわけじゃないんですよ。向かっている目的地がミュールハウゼン村っていうのがね、一個ね重要な意味を持つんですけど、彼のね過去とねこの場所、一体どんな関係があったのか見ていきたいと思います。ワグナーの境遇。ワグナーは1874年9月22日、バーデンベルテンエルグ州のエグロスハイムという村の貧しい家庭で誕生したんです。全部読みづれんな、おい。ワグナーが7歳の時に両親は離婚。母子家庭になり、一家は極貧状態に陥ったんです。そんな境遇の中でも一つの救いがありました。ワグナーは学業に優れていたんです。そして彼は20歳にして教員試験に合格。ドイツにある各地の国民学校で教鞭を取るようになりました。また、ワグナーは文学への関心も強く、教員として働く傍ら、多くの詩や戯曲を執筆しているんです。周囲からは礼儀正しく穏やかで親しみが持てる人物と評価されていました。幼少期は恵まれてなかったけど、そこから持ち直してさ、ここからどうやって家族を殺すことになっちゃう。そう思いますよね。教師としてはね、順風満帆なね人生をね歩んできたんですけど、あることがきっかけでねそうなってしまったんです。そのあることっていうのはワグナーの妻なんです。1901年、ワグナーが27歳の時にある事件が起こります。居酒屋の娘と肉体関係を持ってしまったんです。しかも彼女は妊娠。
ワグナーは当時その女性と付き合ってもいなければ愛情すら抱いていませんでした。しかしワグナーは彼女に結婚を迫られた上、周囲からの勧めもあり、最終的には結婚に同意するんです。今で言うできちゃった婚をしたんです。そしてこのワグナーの結婚を彼の上司が知り大激怒。当時の倫理観からしてみれば結婚前に妊娠、しかも人の模範となるべき教育者がそんなことをするというのが許せなかったんです。この事件がきっかけで翌年、ワグナーはさらに田舎に転勤させられてしまうんです。そしてワグナーが先ほどの女性と結婚し、上司に怒られたこの土地こそ、当時彼が赴任していたミュールハウゼン村なんです。ミュールハウゼン村ってさっき言ってたやつでしょ。そうなんです。ワグナーがね、家族を殺した後に向かったミュールハウゼン村、そこはなんとね、妻と出会った地なんです。なんで殺した後に思い出の地に行ったのか未だに分かんないんだけどさ、不本意な結婚だったからとか、子供は4人もいるしね、すごい幸せそうに見えたけど、どういうこと？彼はね、結婚してね、デガロッホっていうところに転勤して、転勤先で家族を殺してね、その後ミュールハウゼン村に戻ってきて、一体何をしたかったのか。具体的にね、ヤミゴさんもね、その疑問持ってると思うんですけど、到着後に何をしたのか見ていきたいと思います。村での強行。到着した村でワグナーがまずしたこと、それはなんと放火。なんでやねん。しかも目的を定めるわけではなく、無差別に火をつけていったんです。なんでやねん。夜遅くに各所で起こる火事に驚愕する村人たち。放火された家の人はたまらず外へ逃げ出します。するとそこに立っていたのは放火犯ワグナー。その手にはなんと拳銃が。そしてワグナーは火の手から逃げ惑う人々を次々と射殺していったんです。被害者の大半は心臓を撃ち抜かれていました。何を隠そうワグナーはこの日のために仕事の休日に郊外で銃撃の練習を行っていたんです。彼が所持していた拳銃は3丁、そして実弾を500発以上持っていました。それだけの実弾を持っていたということは、かなりの人数を無差別に殺そうとしていたんです。しかし現実は、銃弾の装填作業をミスしている隙に警官2人と怒り狂った村の住人たちに打ち倒され逮捕。死者9名、重傷者12名を出す大惨事になったんです。家族だけじゃなくて村の人も殺したかったってこと？自分を田舎に飛ばした上司が許せなかったとかってこと？実を言うとね、上司とか妻とかね、ぶっちゃけ関係ないんですよね。なぜ彼がこれほどの人数を殺さなければならなかったのか。そこにはワグナーの意外な一面があったんです。なぜ事件が起きたのか。先ほど周囲の人のワグナーの評価を礼儀正しく穏やかで親しみを持てる人物と伝えました。しかしワグナーの素顔は決してそうではなかったというんです。実はワグナーは上昇意識の塊でした。意識が非常に高く、他人を軽蔑し知識人を気取るということをしていたんです。例えば彼は田舎で教鞭をとっていた時も方言を話さず、あえて標準ドイツ語を話し、周囲にマウントを取っていたというんです。ダッセーな。ダッサいわ。そんなでマウント取らないでよ。気持ち悪いですよね。そしてね、ワグナーにはもう一つ、人には言えない一面を持っていたんです。そしてこれこそが後に彼を殺人犯にしてしまうきっかけになってしまうんです。そんなワグナーには一つだけコンプレックスがありました。それは強すぎる性欲。彼は異性の関心を早い段階から示し、18歳頃には G 行為の虜に。考えてみれば妻との結婚も体の関係を持ったことがきっかけなので、本当に性欲が強かったのかもしれません。そんな彼がミュールハウゼン村にいた頃、とある事件を起こします。赴任して間もないある日、酒に酔っていたワグナーは村々が抑えられなくなったのか、とんでもないことをしてしまうんです。それは動物との行為。何の動物かは定かではないんですが、その持て余す性欲を動物にぶつけたというんです。ただ問題は酔いが冷めた後でした。ワグナーはある感覚で頭がいっぱいになるんです。それは強烈な自己嫌悪。なんてことをやってしまったんだ。これで終わればよかったんですが、彼の頭の中ではどんどん妄想が発展していくんです。誰か村人が見ていたのではないか。村中の噂になるに違いない。そうなったらバカにされるのではないか。考えれば考えるほどワグナーは疑心暗鬼になってしまうんです。その思いは募っていくばかりだったんですが、ちょうどその頃に妻と結婚し、結果的にミュールハウゼン村を離れたことで、一時的にその考えから逃れることができました。しかし村を離れてから3年ほど経つと、再び疑心暗鬼が襲ってきます。ミュールハウゼンの連中は俺がしたことを吹聴しているのではないか、バカにしているのではないか、嘲笑っているのではないか、きっとそうに決まっている。いやもう忘れてんだろ多分それ。彼の疑心暗鬼は年月をかけることで、いつしか自分の中だけで確信に変わり、そして最終的にはこんな決断をするんです。ミュールハウゼン村の住人と自分の家族を皆殺しにして、俺自身も死ぬしかない。どうしたらそうなるの？考えがめちゃくちゃ身勝手な理由じゃないの？知らないさ、性欲の強い男の身勝手な思い込みで殺されちゃうわけでしょ。誰も浮かばれないよマジで。なんでそうなるっていう、なんか思考回路がね、およそ常人じゃ到底ね理解できないと思うんですよね。ワグナーは実際銃による自殺をしようとしていたんです。
しかも動物との行為とは無関係なはずの家族を殺した理由をこう述べています。自分が死んだ後、殺人犯の家族として生きていくのは辛いだろうと思った。もう意味わからん、もうマジで。とことんワグナーの身勝手さがわかります。さらにワグナーから取り調べをした警察は、彼が動物と行為していたということについて村人に聞き込み調査を実施。ところが村人はワグナーの行為について言いふらしていないばかりか、そもそも彼が動物とそのような行為をしていたことすら知らなかったんです。結果的に殺人事件によって自分が動物と行為をしたという事実は国中の人に知られてしまったんです。バカ。ワグナーはなぜこれほどまで異常な被害妄想を抱くようになったのか。それは彼が逮捕された後の精神鑑定の結果、その理由が判明するんです。彼はパラノイアだったんです。パラノイア、わかんない。別名ね、編集病とかね、妄想病とも言われてるんです。というわけでね、本日のメトラキーワード。パラノイアとは常に不安や恐怖、他人が自分を批判しているという妄想をしてしまう妄想性パーソナリティ障害の一種。症状の一つとして古代性があるんです。これは自らを運命などにより選ばれた特別な人間であると信じるなどの非現実的な優越感のこと。そしてもう一つは異常な被害妄想。しかしその他の点では人格や職業能力面において常人と変わらないことも特徴なんです。ワグナーも生徒や家族を極度に下に見ていましたし、特にね、動物とね、そういうね、性行為に及んでしまったということでね、それをね、他の人に見られてしまったんじゃないかというね、妄想もね、してたんですよ。まさにね、もうこの病気に当てはまりますよね。実はこの病は独裁者の病気とも呼ばれています。独裁者は他人に自分の地位を剥奪されたり暗殺される危険性と常に隣り合わせなんです。そのため他人を信用できなくなってしまい、この病にかかりやすいんです。歴史上ではスターリンやヒトラーをはじめほとんどの独裁者はこの病だと言われています。もちろんね、編集病だからといって殺人を犯したりね、独裁者的思考に、ね、なるっていう理由にはならないです。ですが、ワグナーにとってはこの病がね、その後の人生を左右するものになっていってしまうんです。精神鑑定の結果、編集病であることが発覚したワグナー。責任能力がないことが認められ、なんとワグナーはメンソ、ビンネンデンの療養所の一人部屋に収監されることになったんです。裁判が行われたバーデンビュルテンベルク州の司法史上、被告人が責任能力の欠如により免訴された初めての事例になりました。しかし、この結果にワグナーは怒り心頭。彼は本来最後に死ぬ予定だったから。それを警察と司法に阻まれたという形になってしまったんです。死刑を望んでいたワグナーは自分の精神鑑定を行った精神科医を心底憎悪したというんです。そしてその後療養所に入ったワグナーは趣味だった戯曲を書いて過ごしました。楽しそうだな。1938年、ワグナーは収監先の療養所で結核により死亡したんですが、くしくも同年の日本である事件が発生し話題となったんです。その事件とは津山事件。以前アルゴメトリーでも紹介したんですが、現在の岡山県津山市で発生した事件で、一人の男が集落の人間30人を殺した事件なんです。この事件の犯人はワグナーと似ている部分があるとされ、世間ではまるでワグナーの生まれ変わりだと噂する人も。過度な被害妄想のために多くの被害者を出してしまったワグナー事件。病とはいえ頭の中の被害妄想が生んでしまったこの悲劇を一体どうすれば防ぐことができたのか。メトラの皆さんはどう思いますか？